お元気ですか？スタジオ羽です。本日は三原色の混合について一緒に勉強いたしましょう。過去にもいろいろ動画作りましたけれども、少しまとめになるように、そしてこれから始められる方のお役に立てるようにもう一度作りました。三原色は赤、青、黄色、この3つを混ぜていろんな色を作れるという色の原色。その中でも黄色といってもいろんな色がありますね。で、どの組み合わせがどういう効果になるのか一緒に水彩画で試します。パーマネントイエローレモンとオペラ、そしてコンポーズブルー、これらの組み合わせでいく場合はコンポーズブルーとパーマネントイエローレモン、黄色と青で綺麗な緑色できました。赤と青で綺麗な紫色、黄色と赤でオレンジ色、綺麗な発色です。すべてを混ぜると真ん中の濁色になりますね。とても綺麗な発色です。下の方参りましょう。パーマネントイエローレモン、クリムゾン、ウルトラマリン、この三原色で行った場合、青と赤に該当するこの色を混ぜるとちょっと沈んだ紫色、オレンジ色も少し上と違って少し沈んだ色になります。緑も少しくすんだ感じで混色すると、3つの色混ぜるとだいぶ暗めの色になりましたね。絵の具いろいろ売ってます。今回はホルベインさんの水彩絵の具で試しましたが、三原色といえど選択でこれだけ変わりますね。とはいえこれも使い分けるといい絵が描けます。ちなみにですね、油絵の具の三原色、市販されている花器の色には少し混色がされているというところがあって、黄色、青、赤、この三原色、黄色の中にカドミウムイエローやレモンイエローが存在しますが、このレモンイエロー、ほんのちょっぴり青系の色が入っていますので、これがまた三原色混合しても濁ってしまったりとかするんですね。で、カドミウムイエローの方には、少し赤系が入っていたり、カドミウムレッドといえどこれちょっと黄色系、ちょっとオレンジじみた色になったりとかするんですね。クリムゾン冷液もほんの少し青系の色が感じられます。ウルトラマリンブルーも少し赤が入ってちょっと暗い紫がちょっと感じられるような青色になります。セルリアンブルーも同じく少し黄色の入った色
そういった感じに考えられます。そういった感じに感じますというところですかね。ですので混色をすると少し濁った感じになることが多いので、オペラとかコンポーズブルー、そういった色を各作家さんたちが自分たちでこの色を使ったらいいっていうのを用意されてます。僕の周りではブライトレッド、コバルトブルー、パーマネントイエローを三原色に使われている油絵作家さんとかもいらっしゃいます。それぞれですね。ですが基本的にそういった形でこの三原色、絵の具のメーカーさんにもよりますが、少し黄色みでも青が入っている黄色みとか赤が入っている黄色み、いろいろありますので、自分の肉眼の目を信じてですね、自分だったらこれだったらコントロールしやすいみたいにご購入されるのがいいのかなと思います。こちらと同じですね、三原色の中で、自分の中でこういったところ、油絵もオペラとかコンポーズブルーあります。ファッションピンクとかフレッシュピンクとかあるのかなと思います。パーマネントイエローレモンも使っております。どちらも油絵とほとんど同じ扱いの色の名前ですね。こちらもウルトラマリンとか同じ名前で存在してて、クリムゾン存在してますでしょう。これもやはり少し濁った感じになるというところになります。暗いところを表現するには向いてますね。今動画の方でちょっと載せさせていただいているのが、明るいめの色でいくのであればこっち、そして暗めの油絵描いていくときはこっちというところで扱っております。アクリル絵の具の方もフロベインさんで、言うのであれば、混色するとちょっと濁った感じがするというのがありましてですね、カーマイン、レモンイエロー、コバルトブルー、これらでアクリルで混色してホワイト入れたとて少し濁った感じになるという意見が多いです。で、アクリルガッシュの三原色として評判がいい、皆さんに聞いてこれいいなって言われるところがプライマリーシアン、プライマリーマゼンダ、プライマリーイエロー、ここら辺の色とかが評判がいいですね。ネットとか見ててもですね、結構好評だったりするし、で私の方はですね、アクリル使う時もちろんホワイト使って、でこれもね、お知り合いの方からいただいたんですけれども、キナクリドマゼンダ、フタロブルー、そしてこれちょっとなんて読めばいいのかわからないです。ダイアリーライドイエローかな。これ使って混色したりしてます。ターナーさんから出ている三原色カラーセットっていうのがあるんですけれども、こちらの方もっと調べればこのターナーさんの三原色、どんな色が含まれているのか、どれぐらいの分量で、混合されているのかわかるかもしれませんが、今のところパッと見たらね、表記がされていないのでちょっとわかりませんまとめさせていただくと、絵の具、油絵の具にしても水彩絵の具にしてもアクリルにしても、赤、青、黄色の三原色、明るい色に、そして混色して綺麗な色になるパターンと、そして少し濁った感じで表現するパターン、どちらもあります。どれもこれも。なのでご自身がここは暗めに表現したい絵だとか、これは明るめに表現したい部分だみたいなところをうまく使い分けるために知識として知っておくのはとてもいいことですね。ちなみに日本画の岩絵の具などは粒子のイメージ、塗り重ねや色を置く、寝かして描きますのでね、日本が置くという感じの考え方ですね。感覚ですね。私たち水彩とかでもグラニュレーションカラーとかあります。そういったところでですね、粒子としてというところが入ってくる話になってくると思うので、知識として覚えておいていただけたらいかがでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。お役に立てば幸いです。ちなみに私のパレットには
青、赤、黄色、ウルトラマリン、クリムゾン、パーマネントイエローと暗いめの色の三原色混合をこちらで行います。上の方ではレモンイエロー、コンポーズブルー、オペラ、この3つをここで混ぜております。その他に透明色なんだけれども不透明になっているジョン・ブリアン、肌色ですね。あとビリジャンとバンダイキブラウン、これらも入れてありますけれども、ほとんどこの三原色この三原色でことが足ります。あくまでこれは、作家の先生たちによっても教室によっても違いがあると思います。私の方はというところでございます。ご視聴いただきありがとうございます。絵を描くのが好きだけど近くに教室がない、さらなる学びを生活に取り入れたい方はメンバーシップ羽サンガがおすすめです。月の第1週目に行うみんなで面白チャレンジでは、私に描いてほしい絵にならないような無茶な写真を募集し、ライブで挑戦いたします。第2、第3週は人物、風景のデモンストレーション動画。こちらの方、奈良にある羽絵画教室の特別授業をライブ配信しております。第4週には羽さんが雑談&作品合評会を行い、書かれた作品を合評いたします。皆様のアートライフにぜひご活用ください。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう、学びたい分野別の再生リストを作成しておりますので、ご活用いただければ幸いです。初心者の方は再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。しっぽ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